会でようこそ。久しぶりだね。夏休みに本当に忙しかった。すみません。私の最初の日本のペンバルはこの動画を作ることをアイディアを提案した。ケンさん、この動画を見たらありがとうございます。日本では習慣がたくさんあるね。ベルギー人かヨーロッパ人の考えで、あの習慣は多分ちょっと変だと思う。ベルギーより対比ができるいくつか習慣を選んだ。テーマが2つあると思う。始めましょう。食べながら。食べ始めるとき、フランス語でボナペティという意味は他の人にうまく食べるよう願う。英語でも Have a nice meal という。でも日本でいただきますという意味は私は食べ物をもらう。友達に日本のボナペティを説明したとき、自己中心だねと言った。ヨーロッパでボナペティと言わないとき、ちょっと無礼だと思う。でも日本の本当のボナペティの意味は食べ物のためにありがとうございます。だから全然失礼じゃない。日本では食べながら音がたくさんするね。例えばヌードルを食べたら麺類をすること少しうるさい。食べ物を冷やすだそう。ベルギーで本当に無礼だ。ニチャニチャが嫌い人がいる。私もニチャニチャが嫌い。箸でしてはいけないものがいっぱいあると思う。例えば食べ物をあげる、ご飯で箸を刺す、お皿を引くか押す。ベルギーではナイフとフォークとスプーンでしてはいけないものがないと思う。多分手の中でナイフで歩いてはいけない。フォークで弟とファイトをしてはいけない。西洋風のカトラリーは日本の箸より危ないだと思う。日本のレストランで立ちのあげることが無礼だ。お客さんはウェーターこじきみなすことを意味する。ベルギーではチップをあげないときにお客さんはケチな人だけだ。ライフスタイル。日本にいたことがある友達と話すとき、彼らは日本人が全然いいえと言わないこと気づく。いいえということ代わりにとかちょっとという。いいえ、忙しいだね、助けたくない、時間がない、わからないを意味したいと思う。でもやっぱり助けてあげる。ベルギーで私の年で誰に何か聞くとき、見えないふりをする、聞こえないふりをする。私は日本の友達にアンサムね、上手だよという時にいつも嘘だよ。日本人の考えで日本のみんなは下手で醜いだ。でも嘘だ、本当の嘘だ。彼らのために悲んでる。ヨーロッパと他の大陸でみんなは褒め言葉が好きだと思う。私のために褒めの言葉はやる気のような言葉だ。誰かが褒め言葉するとき、一生懸命上達したい。家に入る前に靴を脱ぐ。あの習慣についてアドバンテージだけがあると思う。私の家に家族は全然靴を脱がない。だから掃除をし終わった後ですでに汚いになる。大変すぎるね。たくさんの国で通りで食べて飲んで吸ってもいい。日本でしてはいけない。罰金のもらいかねない。そして日本の通りでゴミ箱が少なくあるという。ベルギーの通りでゴミ箱がたくさんあってもいくつか街で汚いだ。私はお風呂を見るとき、お湯でリラックスすることを夢見る。でも日本でお風呂で体を洗わない。最初にシャワーをかけてお風呂に入る。お風呂はリラックスするだけダメだ。論理的だと思う。お風呂に入る前に体を洗わない場合、廃棄物リラックスするね。ゲロゲロだと思う。ヨーロッパで鼻をかまないとき嫌な人とみなされかねない。日本で反対だ。全然鼻をかまない。私は決してあの習慣になれないよく鼻水があるから。全部の世界の聞くでは
特別な習慣がいっぱいあると思う。日本の習慣について少なく話した。インターネットか本で見つけたインフォメーションは実際に違う。来年の4月に日本に旅行するから、その場に本当の習慣を見える。そしてベルギーに帰るとき、この動画の2つ目のバージョンを作るつもり。じゃあ皆さん、日本かヨーロッパのちょっと変な習慣を知ったらコメントで教えてください。次の動画でキスキス。